こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は8月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと8月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。レインワールド8月6日からゲームパスに対応します。デイワンタイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。巨大な廃墟を舞台にナメクジ猫と呼ばれる生物を操作し生き延びていくアクションゲームです。16ビットで描かれた世界観が魅力の作品ですね。アクションプラットフォーマーのような見た目ですが、ゲームとしてはサバイバルの要素が強く、マップを探索して食料を確保しながら次の拠点まで進んでいく形となります。なお、消費した食料は復活しないという特徴も存在していて、捕食者に食べられないように生存しながら過酷な世界を探索していくことになります。アサシンクリードミラージュ8月7日からゲームパスに対応します。2023年にリリースされた朝栗シリーズ15周年記念タイトルです。近年の超大ボリュームで RPG 要素が強い朝栗とは違い、今作ミラージュは原点回帰をテーマとしていて、舞台は1作目と同じ中東に、ステルスやパルクール、暗殺をメインにした作品となっています。ゲームボリューム自体も近年の作品ほどではなく、コンパクトなボリュームで作られているのも特徴です。ミラージュ、まだ未プレイだったという方、かつての朝栗シリーズが好きだった方は今作触ってみてはいかがでしょうか。エイリアンファイヤーチームエリート8月12日からゲームパスに対応します。デイワンタイトルではないのでゲームパススタンダードにも追加されます。映画エイリアンを題材とした3人協力プレイに対応した TPS ゲームです。2022年12月でゲームパスから外れていましたが、今回再び追加される形となりました。なお、今作は日本語には未対応となっています。ナインキングス8月14日から PC ゲームパスに対応します。ブラジルのインディーゲームスタジオが手掛けたローグライク要素を含んだデッキ構築型の王国建設ゲームです。本作ではカードを使用して兵士や施設を配置して軍勢を強化していき、毎ターン行われる敵との戦いに勝利して生き延びていくことになります。なお、今作はゲームプレビュー版として登場し、PC ゲームパスのみに追加されます。さらに、ディセンダーズネクストが7月22日にサプライズとしてリリースされ、ゲームパスにも追加されています。スノーボードとマウンテンボードを楽しむことができるスポーツゲームです。スノーボードでは雪山を、マウンテンボードでは緑豊かな夏の山を走ることが可能。ステージに設定されたチャレンジをこなしながらゴールを目指していくこととなります。日本語には未対応。現時点ではゲームプレビュー版としてのリリースにはなっていますが、プレビュー版の時点で実績にも対応しています。日本語未対応なのは残念ですが、オンラインマルチプレイにも対応しているので、気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。また、7月30日にはクライムシーンクリーナーに無料アップデートが配信され、新たにナイトメアモードや新しいチャレンジ、スキンなどが追加されています。犯罪組織のボスに命じられ、彼らが行った犯行現場の後処理を行い、きれいに掃除して証拠を隠滅する一人称視点の清掃シミュレーションゲームですね。アップデに伴って実績も18個追加されています。今作は現在ゲームパスでプレイ可能です。お掃除系タイトルの中でも特に面白かった作品なので、未プレイの方はぜひ触ってみてください。そして8月12日にはジェヌアーズサーガヘルブレイド2に無料アップデートが配信され、エンハンスドエディションになります。昨年5月にリリースされた Xbox ゲームスタジオファーストタイトルですね。エンハンスドエディションではついにパフォーマンスモードが追加され、Xbox シリーズ X でのみ 60fps に対応。フレームレートはヘルブレイド2の不満点の一つでもあったので、この追加は素晴らしいと思います。その他にも新しいチャレンジモードやフォトモードの拡張、そして開発者による解説やコメントなども追加されます。とにかく息を飲む迫力の驚異的な映像表現が見事な作品で、確実にこれまで遊んできたゲームの中でも最高の美しさだったと言えるくらい、凄まじい映像美を堪能できるアクションゲームです。
ただ、パズルや戦闘面においては革新的なシステムがなく、新鮮味は薄めにもなっていて、ゲーム性というよりも映像クオリティに特化したような作品でもあります。ボリュームはコンパクトで遊びやすいタイトルでもあるので、気になっていてまだ未プレイの方は今回のアップデートを機に触ってみてはいかがでしょうか。また、7月30日にリリースされたグラウンデッド2の日本語字幕への対応が今年の秋になることが発表されています。オブシディアンが手掛けるウラニアを舞台にしたサバイバルゲームの続編ですね。発売時点ではゲームプレビュー版としてリリースされており、今後長期的にアップデートが行われていくことが決まっている作品です。前作が日本語字幕に対応するのに約2年かかったことを考えると、今年の秋で対応が行われるというのはものすごく早く感じますね。また、日本語に対応次第情報をお伝えいたします。そして同じオブシディアンが手掛けた新作アバウトの方も7月16日のアップデートでついに日本語字幕に対応しています。まだ未プレイの方はぜひ触ってみてはいかがでしょうか。ここからは8月15日をもってゲームパスから外れるタイトルはご紹介します。アンセム。今作は EA プレイ対応のタイトルです。基本 EA プレイからゲームが外れることはありませんが、アンセムに関しては来年1月をもってサービスが終了となるため、今回 EA プレイ及びゲームパスアルティメットから外れる形となります。サービス終了後はプレイ自体不可能となるため、終わる前にアンセム遊んでおきたいという方は触ってみてはいかがでしょうか。ファーミングシミュレーター22、追加から3年3ヶ月で終了となります。農機具を使ったリアルな農業を体験できる農業シミュレーションですね。作品としては2021年にリリースされたタイトルです。最新作の25が今月ゲームパスに対応したばかりで、そちらと入れ替わりで終了する形となります。ペルソナ3リロード、追加から1年半で終了となります。2006年に PS2 でリリースされたペルソナ3のフルリメイク作品ですね。新たなシーンやイベント、アニメ演出の追加にタルタロスも探索しやすく改良されているなど、あらゆる面でパワーアップしている作品です。ただ、大胆なアレンジを加えているという感じではなく、限りなくオリジナル版に近いようなリメイクに仕上がっています。ペルソナ3はやっぱりストーリーが良かったですね。今ではシリーズでも当たり前になったコミシステムですが、3を遊ぶと限られた時間を誰と一緒に過ごそうかって考えさせられるような物語とシステムってすごく相性が良かったんだなと感じられます。非常にボリュームが多く、今から始めて最後まで遊ぶのはちょっと時間的に難しいとは思いますが、もし途中で止まっているって方いましたら、ぜひ最後まで楽しんでみてはいかがでしょうか。私のプレイでクリアまで約55時間でした。ちなみに今作の DLC となるエピソードアイギスは今年の1月いっぱいまでゲームパスアルティメット加入者向けに無料配信されていました。当時ゲームパスアルティメットに加入していた方は受け取っているかとは思いますが、こちらはあくまで本編の DLC であるため、ペルソナ3リロード本編がゲームパスから外れた後は本編を購入しないと DLC 自体もプレイ不可能となりますのでご注意ください。ということで今回は8月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと8月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。